この車バンパー外れそうですね。ぶつけたんかな。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシヌピーです。今回はこちらを購入しました。ドイツ製の水流量計と呼ばれる計測器なんですが、水の流れる量を測定することができる機械になります。いくらで買ったっけな？8000円から9000円ぐらいしたんですけども、今回やりたいこととしては、洗車で水はどれぐらい使っているのかっていうね。この数値が分かれば、ざっくりね、純水器とかのイオン交換樹脂のランニングコストとかもね、だいたい分かるのかなと思っているので、今回車1台洗うと、どれぐらい水を使うのかっていうところを見ていきたいなと思います。そしたら早速、外へ、レッツゴー！はい、そしたら外にやってきました。この水流量計はホースとかにも取り付けられる仕様のものですね。これ水を出した時にこの機械の間流れた水の量を測定してくれるというものになっております。でここにスイッチがあってこれを押すと今 34.5 っていう数字が出てると思うんですが、何回かね使ってあります。これはねこれは 43.5 リットル使ってますよと、そういった表記ですね。いろいろあって1分間でどれぐらい水が流れたかとかも測定できます。記憶することができて1と2あるので、ここら辺も使い分けながらやっていこうかなといった感じです。でこれ長押しするとリセットすることが可能です。もちろんねこれ水道の根元に取り付けることもできるし、今回はホースの中の水とかの兼ね合いもあるので、このシャワーノズルの手元側にちょっとつけようかなといった感じです。はい、そしたらまずは足回りからですね。タイヤホイールとかを洗った時にどれぐらい水を使うのかっていうのを含めて見ていこうと思います。1リッター、2リッターみたいな感じですね。だからこれカーシャンプー、1リッターの水に対してっていうのはあんまないか、10リッターの水に対してキャップ1杯とかよく表記あるじゃないですか。そういうのも測りやすいですね。一旦5リッターですね。いつも通り洗っていきます。ウィルソンの泡立てシャンプーで泡立てます。はい、今一応10リッター入れました。これはこれで OK。 あと IK 使うのでここにも水入れていきます。ちょっと入れすぎた。はい、そしたら今 11.4 リッター使っております。で今からタイヤホイール足回り関係を洗っていきたいので、この1の方を1回リセットして1本洗うのにどれぐらい水を使うのか念のため記録しておきます。はい、そしたら普段通り洗っていきます。結構ね今まで普通に洗車をしてるけど、その水の量ね気にしたことなかったので、これ結構面白そう。
はい、そしたら一応タイヤホイール1本洗い終えました。タイヤハウスの中も洗い終えて、だいたい水どれぐらい使ったのか、普通に無心で洗った感じです。水とか関係なしに普段通り綺麗にしようっていう感じで洗ってったんですが、どれぐらい使ったのかは見当もつかないんですが、実際に見てみようと思います。うわ、結構使ってる。 14.8 リッター、今トータルもう 26.3 リッター使ってます。 14.8×4 ってことだよね。60リッター近く使うの。そんな使うの？使いすぎ？マジ？そしたらホイール4本ですね、洗い終えました。実際に使った水の量がホイールだけで言うと 58.4 リッター、約60リッターですね。バケツに入れた水とかも含めるとトータル約70リッターです。めっちゃ使ってる。ちょっとね、今雨が降りそうなので明日ボディ洗おうかなと思います。ボディどれぐらい水の量使ってんだろう、見当つかないね。はい、そしたら翌日なんですが、ボディの方を洗っていこうと思います。でもうね、シャンプー液とかは用意しました。細かいところからね、いつもやっているので、いつもと同じような感じで洗っていきます。
はい、そしたら洗車が終わりましたと。真夏の洗車はね、やっぱ大変ですね。炎天下の中やると乾きとかも気にしながら結構やっぱわちゃわちゃするし、何よりもね、水分補給を定期的にやりながらじゃないとほんと危険なので、皆さん真夏の洗車は十分注意してくださいっていうのがまず言いたいところなんですが、今回は細かいところもやりつつ、あえて高圧洗浄機使わずにほぼコンタクトウォッシュのみで洗車をしました。足回りで約70リッター、トータル水を使っていたんですが、最終的なトータル足回りとボディ合わせたトータルの水の使用量はこちら、つってもわかんねえか、169.9 リッターでした。ということで約170リッター使っていました。結構思ったより使ってますね。想像以上に使っていました。洗車方法とかもいろいろ考えながら今後ね、水の量をどうやって節約するのかとかもやっていきたいなとは思っております。真夏の洗車、僕個人的にはやっぱ純水器をおすすめします。っていうのも、この間その純水器とあと水道水での水の染みのつき方っていうのをね、動画にしたんですが、やっぱり水道水っていうのはミネラル分とか入っていて、かなりひどい水染みになってしまうので、純水器をおすすめします。で、純水器もイオン交換樹脂っていうのが入っていて、無限に使えるわけじゃないんですよ。だからそこら辺のね、ランニングコスト含めて、この水の使用量とかね、最後中でいろいろ計算してまとめの方を取ろうと思います。暑い。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回は1回の洗車で使う水の量っていうのを測定してみました。僕もね、前々から気になってたし、よくどれぐらい水使ってるんですかみたいな聞かれてたりするんですよ。けどなんか、見当もつかないし、気になってはいるけど、測定してこなかったし、測定できるもんなのかなってずっと思っていたところで、水流量計っていうやつをね、見つけたので、実際に測定してみた結果、僕は1回の洗車で約180リッターですね。使っているっていうことが分かりました。皆さんね、それぞれ洗車の方法とかも違うので、使う量っていうのは変わってくると思うんですが、僕は180リッター使ってました。これ多いのか少ないのかちょっと分からないんですが、僕個人的な感想で言うと結構使っているなとびっくりしました。なんで今回ね、こういった検証したのかっていうと、例えば純水器っていうのをご存知ですかね。動画で何回も取り上げてるので知ってる人も多いと思うんですが、あれって無限に純水を生成できるわけではなくて、これぐらい使うともう純水じゃなくなりますよっていう、そういった数値とかがあったりするんですよ。僕で言うと、純水器はグリーンライフのピアニッシモプロを使っているんですが、約1800リッターで中に入っているイオン交換樹脂っていうのを交換してくださいっていう、そういったね、目安があるんですが、1800リッターっていうことは、僕がフルで純水を使った場合、約10回の洗車でイオン交換樹脂を交換しないといけないと。これで大体ね、ランニングコストとかが計算できてくると。そういったのを知りたくて、今回どれぐらい水を使っているのかっていう検証をしたのと、あとは高圧洗浄機ですね。あれって高圧で汚れを落とせるっていうメリットもあるんですが、それ以上に節水ができるっていうメリットもあるみたいなんですよ。なんか高圧洗浄機で洗った場合、どれぐらいの水の使用量になるのかとか、そこら辺も今後やっていきたいなとは思っております。洗車の仕方もいろいろあるんですが、カーシャンプーとかを純水で希釈する必要はあるのかとかね、そこら辺も今後調べていきたいなとは思っております。単純にね、1回の洗車で使う水の量が知りたかったっていうのが一番
かな。ちなみに僕はそのカーシャンプーとか、まあ希釈した使う水は約 36.5 リッター使用してました。だからそこを節約するかとか、それはね、今後また純粋で希釈した時のなんか違いとかをやって、まあいろいろマニアックな検証をしつつ、どれがベストなのかっていうのを見つけていきたいなと思っております。とりあえずまあ今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週